君たちは韓国のコンジアム精神病院という名前を聞いたことがあるだろうか。心霊スポットとして世界的にも有名になり、韓国国内だけでなく海外からも多くの探検家や YouTuber たちが訪れていた場所だ。この病院は2012年にアメリカの CNN が選ぶ世界7大禁断の地の一つにも選ばれ、心霊スポットとしての名声をさらに高めた。長い間廃墟として放置されていたが、その歴史や噂話がとにかく興味深い。今日はその魅力に迫っていこう。コンジアム精神病院はソウルから車でおよそ1時間の距離にあるキョンギドに位置している。この施設は1992年にその名の通り精神病院として開院したが、1996年に閉鎖されてしまい、それ以来廃墟のまま放置されているんだ。そしてここには数多くの不気味な噂話や都市伝説が存在している。それではまずこの病院にまつわる噂や恐怖体験に触れていこう。まず一つ目の噂は、病院内で不可解な事件や事故が相次ぎ、病院の院長が精神に異常をきたして最終的には自ら命を絶ったというものだ。この話は多くの体験談や怪談に引用されており、院長に何かが取り付いたとも噂されている。二つ目の噂は、この病院の敷地がかつて刑務所だったというもの。刑務所で処刑された者たちの霊が成仏できずにさまよい、それが精神病院での怪異の原因になっているという都市伝説が語られている。三つ目の噂は人体実験説だ。医師たちが患者を使って非人道的な実験を行っていたというもので、夜な夜な患者の叫び声が響き渡っていたともいう。手術室に入ると背筋が凍るような寒気を感じたり、誰かに見られているような視線を感じるなど、多くの怪異が報告されている。そして忘れてはならないのが402号室の噂だ。映画コンジアムでは最も恐ろしい開かずの間として描かれたこの部屋は、実在する病院の構造をモデルにしているという。噂によると、この部屋に入った者は精神に異常をきたす、急激な寒気に襲われる、あるいは何かを見てしまうと言われている。とある噂では、扉の前に立った瞬間に突然カメラが故障し、暗闇の中からうめき声が聞こえたと証言している。また別の者は、何も映っていないはずの映像に部屋に立つ人影が記録されたと語った。映画の影響もあり、この部屋は現実と虚構の境目が曖昧になった象徴的な存在として語り継がれている。事実かどうかはともかく、402号室の前に立った者たちはみんな口を揃えて空気が変わるというのは何とも興味深い話だろう。また監督の実弟が撮影期間中に亡くなったという不思議な出来事が重なったこともあり、作品そのものにも呪いが宿っているのではないかという噂が生まれた。CNN がこの病院を世界7大心霊スポットに選出したこともその名に拍車をかけた。ちなみにこのリストには次のような場所が含まれている。チェルノブイリ。1986年の原発事故によって街全体が無人となり、荒廃した遊園地や病院などが残されたままになっている。事故の悲劇がそのまま時の止まった恐怖として存在している。セドレツ納骨堂。4万人以上の人骨で装飾された教会。天井に吊るされた頭蓋骨のシャンデリアなど、その異様な美しさが逆に不気味さを引き立てている。人形島。少女の霊を慰めるために集められた無数の人形が木々に吊るされ、劣化したその姿が強烈な恐怖を与える場所。軍艦島。かつて炭鉱で栄えた島が無人となり、コンクリートの建物群が朽ちていく姿が幽霊都市のような印象を与える。青木ヶ原樹海。命を絶つ名所としても知られ、音を吸収する森林の静けさが精神に圧迫を与えるとも言われている。ブードゥー市場。実際にブードゥー教の呪術用品が並ぶ市場で、動物の骨や人形、呪具が堂々と売られている。その宗教的、文化的背景から来る神秘と恐怖が混在する空間だ。
どの場所も単に怖いというだけでなく、そこに込められた歴史や生命、信仰、悲劇が人々の想像力を刺激し、深い空気をまとっている。コンジアム精神病院もまた、その一つとして記憶されるにふさわしい場所だったと言える。ここからはこの病院の真実について触れておこう。コンジアム精神病院、正式には南洋神経精神病院は合法的に運営されていた民間の精神科施設だった。1996年に院長が持病で亡くなり、相続人である息子たちはアメリカに移住。さらに病院がある地域が浄水保護区域に指定されたため、法的に義務付けられた下水処理施設の整備が困難になり、やむなく閉鎖された。しかし心霊スポットとしての知名度が高まる中で、不法侵入が相次ぎ、近隣住民に多大な迷惑がかかるようになった。夜中に訪れる若者たち、ネット配信者、YouTuber たちの騒音や違法行為が深刻化。警察が1時間おきに巡回するようになり、敷地への無断侵入が発覚すると、最大5000万ウォンの罰金が課せられる事態にまで発展した。最終的には2018年5月に病院の建物は完全に解体された。現在は大手物流会社のセンターが跡地に建てられ、かつての病院の面影は残っていない。この病院がなぜこれほどまでに語り継がれるのか。それは精神病院、廃墟、実在、映画化という4つの要素が合わさった最強の語りの素材だったからだ。噂と事実が入り混じることで、コンジアム精神病院は人々の想像力をかきたて続けた。たとえ今は存在しなくとも、その名は永遠に語られていくのかもしれない。コンジアムの霧が晴れた今、新たな謎が動き出す。次回、また新たなミステリーで会おう。Huh? No! Hello.